今やりたい、いやなんかいろいろ考えて、一つ言えるのは先が見えてない感じがします。余裕がないので、大丈夫です。いいね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 。さ抑えきれない。さあ先をしっかり、余裕がなくてもできるだけ先をイメージするようにして。とりあえず今日は何をされてるんでしたっけ？大丈夫です、まだ動画撮ってないんで。そうですね、あれですか。動画撮ったら捉えてる気持ちなんで。まあ、いわゆるメリハリですね。メリハリ。でも今までの走りの中、今まででは一番メリハリを効かせて走ろうと思ってます。まあ、ほぼコーナーは途中からアクセルを入れるぐらいの気持ちで、最初はもうすぐじゃ曲げずに、飛ばして曲がっていって、こういうような感じで後ろから前でギアをこう鳴らして、メリハリってどの部分のメリハリ？まあ、頑張る頑張らないのところ、あ頑張るところでぐんぐんってできるだけ後ろにこう舵を乗せて、さっき言われた解放の部分です。はいはいはい。まあ、自分なりでその解放をちょっと使ってみようかな。そうですね、結局なんか頑張るってアクセルを頑張って入れても動きにはメリハリは出ないんですよね。だからどっちかって言ったら車の動こうとするのをちょっとこう待ってみたいな感じでこう抑えてあげることによって頑張るっていうか、その抑えるっていうか、動きたい、車はもう戻りたい、跳ね返されたいっていうのに戻ろうとしてるのをもうちょっと待ってもうちょっと待ってっていうのをなんていうんですかね、車にこうちょっとこう相談しながらって言った時ってタイヤのグリップも結構ある状態なんですよね。遠心力を要は勝手に右に行ったのが左に行って左に行ったのが右に行ってっていうのじゃなくて、右に行ったのが左に行こうとしてるのをもう一回右にとどめてってしてる時って遠心力もタイヤにとどめてる。だからバイクでいうと倒している量っていうんですか、あれが結局こうなんですかね、曲がる時にこうバイク倒していくじゃないですか。でこれってバイクはまっすぐなろうってしてるわけじゃないですか、遠心力あるから、起き上がろうってしてるのをこうグーって倒し込んでグーって抑え込んでいく。でそこをちゃんと頑張ってやらないとタイヤのグリップって
地面に遠心力をとどめれないのでタイヤのグリップが落ちてしまう抜けていく状態なんですね。でその状態でぐーって我慢してギリギリまで我慢していったところでパッとアクセル抜くとハイサイドにバッてなったりとか、こうなんか限界のところでちょっとグリップがグッて上がってしたりするとハイサイドになるわけじゃないですか、バイクって。でそれを自分で作るんですよね、車でも。でそのハイサイドになるような動きのところを自分で解放させてあげることができれば一番車のメリハリが出せる、足が使えるっていうか。だから頑張るところが、よくありがちなのはアクセルを入れて頑張るんですよね。なんかやっぱりこう気持ちが頑張るだから操作を何かを頑張ろうとしちゃうんでしょうね。でそれを実は頑張るところっていうのは逆に丁寧に頑張ることによって車はその先で解放される、とどめることを頑張れば解放されるっていったところでの動きっていうのの方がバンと出るので、その感覚は多分今ちょっと見えられてこられてるのかな。ちょっと目指してはしてるんですけど、ですよね。ラジコンなんで正直実際と違うところはブレーキがフロントブレーキがないと、でこの言い方するとラジコンみたいな言い方になるんですけど、いつもはブレーキを押してブレーキをかけた、曲がるときに、でもちょっと気づいたのが、その前にぐーっとちょっと溜めて戻したときに空離があるんで、結局フロントが沈む、ブレーキは使ってないけど実際はそのブレーキを使ってる意味なんです、今日はそこをちょっとぐーっとして離せばこうフロントが沈んで抜けるので、今まではあそこはブレーキが入れたんですけど、今日はブレーキをかけずにっていうのは、ラジコンでブレーキをかけたんです、実際はそれでブレーキをかけてる、でね、こう曲がって左をぐーっと乗っけるときにいつもこう離すのが早かったんでブレーキを使わなかった、奥までアクセルを入れていって離して、ブレーキを今日はちょっとやってたんですよ、あそこの急な切り返しのところもブレーキを踏み寄ったんですけど、わざと手前までアクセルぐーっと持っていって離すんです、で2曲離すところもブレーキにニュートラル入ってそこから先のブレーキお疲れでしたブレーキに入るところからが実車でいうとブレーキを踏んだって思いがちなんですけど、実は実車の場合のタイヤホイールって重量があるじゃないですか。でその重量があるからある程度スピードが出てると、自分のタイヤホイールの自体の重さで転がろうっていう力がついてるわけですよ。そこをまずイメージしてもらって、でコーナーに向かって入っていきます。で実車の場合にアクセルを抜きました。抜いても実際駆動は抜けてるんだけどフロントタイヤ、リアタイもそうですけど自重があるので実際のところ引っ張ろうとしてるんですよ。ということはこうフロントタイヤは前に引っ張ろうとしてるからピッチングがこうならないというか、ブレーキ踏むと初めて前が下がって後ろが、で、例えばエンジンブレーキがちょっとかかるってなった時には FF の場合はアクセル抜いたらエンジンブレーキがかかれば当然フロントの転がろうという力をエンジンブレーキが止めよう、車をブレーキで止めようっていうよりも前が引っ張ろうとしてるのが抑えられるんですよね。で抑えられることによって車全体が前が下がって後ろが上がってっていう姿勢にエンジンブレーキでもなっている。で FR の場合は後ろのタイヤだけがエンジンブレーキかかるから前が沈むというよりは後ろが上がろう、後ろがですねブレーキかけると上がろうとするのを抑えるんですよね。わかります。だからサイドブレーキ引くとぐーっと後ろ沈むんですよ。なるほど、空からで、だから BM はその昨日言われてたリアの方のダストが出るんですよって言われてたんです。でやっぱりその、BMW の場合はそのブレーキングっていうかした時にいやこのピッチングをしすぎないようにっていうのをやってるからちょっと後ろの方のブレーキが強めにかかってるから浮き上がるのをそれが抑えてるっていうのがあるからダストが出やすいですよね。でそれと一緒でラジコンの場合も例えばモーターのコキングだったりとかニュートラルブレーキとか入れるといや前のタイヤ
転がろうとしてる。でも実際ラジコンの場合って前のタイヤの重さがないじゃないですか、実車みたいに。そうですね。はい、なのでアクセルを抜いた時点で実車でいうとちょっとフロントブレーキをかけてるような状態に近いわけですよね。そのなんつったらいいんでしょうね、勝手に引っ張る力をああ、わかります。抑えるっていう。足を乗っけたぐらいな感じです。そうブレーキ乗っけたぐらいが、はい、抜いた瞬間がちょっとタイヤの引っ張ろうという、力だけ止めとるぐらい。そう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 。その時は実車でもなんか気持ちよくこうスーッて頭が姿勢がこうねじれるというか、でその感触のところがラジコンの場合と実車の場合はそうだからブレーキを入れるところが実車のブレーキを踏み始めたところではなくて、実際のところもうアクセルを戻し始めたところからブレーキの言うなら1、2、3、4、5のうちの1があるわけです。そうですそうです。戻し始めた時にもうブレーキがかけてないけど、はい、実車で1の段階を踏んでるわけです。そうです。だからフロントタイヤが転がろうとする力を消し取るぐらいはかかるっていうことなんですよ。でそういう車の全体の動きというんですか、ピッチングの動きはもうその時点で出始めるっていうことなんで、逆に言うとその実車でいうブーンっていってただニュートラルにしてスーっていくような状態はほぼないっていうことです、ラジコンの場合。そうですね。逆にその状態に近いのっていうのでいけば、ほぼないですよね。前が引っ張ってないですから。どっかにあるはずなんですけど、こうやって加速しよるちょうどゼロ、高速度運動ぐらいのところのところらへんに指を持ってくればその状態ですよ。ちょっとしかないと思います。だってフロントタイヤの転がる力ってラジコンの場合ほぼないので、はい、だからそれのところが実車でのイメージにも入れていってやらないといけないので、だから減速するためのブレーキじゃなくて、前と後ろをこう前を下げて後ろがスッと上げてねじれてこう入っていく、コーナーに入っていくっていう時のこの前後、車全体のピッチング、前だけ後ろだけ上がるとかじゃなくて、前が沈みながら後ろがグッと上がるっていうところも、もうアクセルを戻し始めたところからそれをコントロールし始めていって、車がねじれていったところで実車の場合はグッてブレーキ踏むわけじゃないですか。そこからは一緒ですよね。ブレーキちょっと踏んでこう姿勢を作り始めて、そこからグッと入れていくところでフットブレーキをグーッと入れていったところからはラジコンもブレーキを入れたところは一緒だけど、そのアクセル入れてるところからちょっと抜き始めたところの部分っていうのは実車でいうともうフットブレーキにちょっと足を乗せてるぐらいのイメージで車を動かしていくっていうところをさっきのイメージされてたやつにちょっと入れていくと、そうですね、はい、だからもう抜くところここから抜くって思ったところはもう時にはもう考えないといけないっていうことですね。それで車の動きを見て、今日は考えてなかったですね。でもそこまでたどり着いてきてるんで、そこまでいったらいいですけど、はい、だからあれなんです、肉でやる前ってケツかきって言ってフロントにちょっと駆動があって四駆の状態、あれは、うちでやってる分のイメージでは実際スピードが200キロぐらい出てるイメージだったら駆動があるのと変わらないぐらい前のタイヤで引っ張ってるんですよ。だから実車でドリフトをすると、一番ケツを出しやすいのは1速です。なるほど、はい、で2速で3速で4速で150キロぐらいでって言った時に2速でケツを出そうと思ったらちょっとパワーがあったらすぐケツ出るんですよ、はい、それは加速度のモーメントがないし、フロントタイヤが転がろうっていう力もないし、で実際やっぱりスピードが上がっていった時に向きを変えようと思ったらサイドブレーキだけで出そうと思ったら大変なんですよ。なるほど。そうですね、はい、結局ケツだけこう流れようとしても前が引っ張ってるから向きが変わらないんですよ。だからスピードが上がってくると絶対フットブレーキです。前が引っ張るのを抑えてあげてピッチングを作ってあげて後ろの舵を抜かないと向きが変わらないんですよ。結局前の言うなら速度域を後ろが超えないと出ないから、そうですそうですそうです。どんな出そうとしても前が引っ張るんで安定してしまうってことです、はい、外にまっすぐまた進もうとしてしまうんで、実車の場合フロントブレーキの方が強いじゃないですか。
でそれで回る力をまず抑えてあげて、姿勢、要はリアの荷重が抜ける姿勢を作ってあげてからのサイドブレーキを使わないと。わかりますけど、はい、かなりそれをすごい一瞬でこうなのでラジコンの場合は車速が、4駆でも2駆でもあんま変わらないんですけど、ラジコンの場合はそのホイールタイヤの重さがないからその表現ってできないんですよ。で今でも4駆でやってる人いらっしゃるのは、その人のそのモーションのところの車速のイメージが200キロぐらいの高速での部分のイメージでってなれば、2駆よりも4駆の方が実車に近い感覚っていうところがあるんですよね。だから実車が2駆だからって言って構造が2駆の方が実車っぽいっていうことではなくて、やっぱ重量が全然違うので、だからこの部分のこの感覚っていうのは前のタイヤが実際ちょっと回転の駆動があった方が本物の車で200キロぐらいでやった時に近いよねっていう感覚が分かる方は4駆でされてたりとか、はい、実際アルミのローターを入れたことで若干それに近くなってきてる。若干そうですね。だから高速域での特性の分にちょっと近づいてきてるっていうか、その特性はちょっと出てきてるっていうことなんで、だからその分しっかり荷重移動をしてあげて、前に後ろのタイヤを荷重を抜くような操作をしてあげる必要は出てきてるんですけど、前が逃げるから逆に転がるからスピンもしにくいっていうのはありますよね。はい、ただ角度をちゃんと入れようと思った時にちゃんとコントロールしてあげないと向きは変わらないので、だから実際やっぱりその実車のイメージとラジコンでする時のイメージの差っていうのは実際の重さが違うっていうところも含めて、でフロントブレーキはないけどフロントブレーキを使わないと実車の場合はその引っ張る力を抑えれない部分は軽いから、フットブレーキがなくてもそこまで表現できるということです。だからロックさせるような減速するためのグワッっていうブレーキはできないんですけど、コーナーに入る時のこのアプローチするためのブレーキまでは実際フロントブレーキはないけど実車で起こってるちょっとブレーキを入れてあげてフロントの転がる力を抑えてあげてっていうところまではできるということです。はい。でも本当実車よりラジコンの方が挙動が速いじゃないですか。そこでやらんのがやっぱ難しい。そのやっぱ本当乗ってないしですね。0.7秒で終わってしまうからです、はいはい、その美味しい区間で、はい、そこでやっぱこう実車の方が、少し長いと思うんですよね。やっぱこれよりはもちろん大きいんでって思うでしょって思うでしょ。いや実際時間は多分余裕があります。ただし考えてみてください。体を動かす量、ハンドルを回す量だったりとか、だってプロポだったらもう指先と指先だけですよ。実際同じ動かし方はしないといけないわけですよね。はい、でハンドルをじゃあ、これやったら前回までいかんけど3分の2右に3分の1右に切って、そこから3分の2左に回して、それを回さないといけないです、ハンドルを。でその間にシフトチェンジがあり、サイドブレーキがあり、だから意外と同じぐらいの感じです。なるほど。はい、やっぱりそのやる仕事は一緒なんで、でも動かさないといけない量が多いので、感覚的にはだから目で入ってきてる情報だけは当然ラジコンよりもゆっくりです。ゆっくりだけどやらないといけないことは一緒なんで、その動かすことがいっぱいなんで結局追いつかないんですよね。はい、それでいくとラジコンの方が追いつけますよね。車の動きは速くても操作がちょっとでいっぱい動くので、だからそれはあんまり考えなくてもいいのかなっていう感じはしますね。ただ難しいのはやっぱり乗ってないから、体で感じを感じれないから、それをイメージで作らないといけない。あとフロントガラスからの風景が実際見えてるのか外から見てるのかっていうのでも見える範囲が違うので、
その辺を頭の中でイメージして空間認識でやるのと実際の視界から見えてる分の差を反対にしてやるだけなので、実写をやる場合はですね、そこまでいけるともう実写をいつやっても安心してできるぐらいにはなってると思うんですけど、だからまだまだたっぷり楽しめるところはいっぱいあるので、そういう感覚があるんだろうなっていうぐらいで、今は一個一個分かることをやっていけばいいかなと。やっぱでもそのフットブレーキの今ところまで来られてるじゃないですか。なんだかんだそこが一番分かりにくいので、ブレーキの使い方、アクセルの抜くところの車の姿勢、ブレーキって止まるっていうよりも後ろの感情で抜く。そうですね、はい、抜くには、もちろんフロントブレーキのミューがあれば、はい、勝手にもちろん沈むんで、はい、沈ませるにはやっぱその分後ろを沈めとかんと上がらないので、そこをなんかどうか最後までできるだけ、慣れてきたらもっと踏めると思うんですけど、まだ自分の速度域じゃあそこまでしか踏めないなというところまで踏んで一応離す。だから実際ドリシャでタイムアタックっていうか走るじゃないですか。実際フロントブレーキ使えないですよ。キャンバーついてるし、なるほど面積がちょっとしかない。そうだから減速するためにはどうするかって言ったら、縦を横に変えてタイヤの横で、だからナンバーをつけてちゃんとウェブつけて、そう縦方向のブレーキで本当にブレーキで止めるっていうよりは、横にちょっと向けてあげてタイヤを横の抵抗を使うことによって減速させて、だから早めに向きを変えて立ち上がり重視で走らないとドリシャで速く走れないですよね。前の2個で止まるというよりも横の2個で止まる。そうです。そうすればキャンバーの角度がちょうど面がついて、意外とグリップが戻ってみたいな。もうそうですね、多分そんな感じ。グリップ仕様の車とまた走らせ方が違うんで、結局、使うタイヤの数は縦で前2個で止まろうが横で2個で止まろうが一緒ですよね。そこはもう乗り方、車に合わせて乗り方を変えてあげる。タイヤのついてるところっても限られてるんで面白いですね。面白くなってきました。面白くなってきました。なんか結局音っていうのが分かった気がします。今までウィーンだったんですけど、違うな。やっぱカーブで音が消える方の方が、やっぱしっかりその間回してる。そうです。その間抜いてるっていうか、シューッ一回抜いても全然いいのかな。で抜くのはしっかり抜いて早く旋回させてあげて、でなりたい角度まで早く持っていって早めに踏み始める。これが踏み始めを奥でやったらものすごい抜いてる時間が長くなると無駄じゃないですか。やっぱりアクセル入れてないと車って進まないので、だからしっかり抜く、早く作ってしっかり早めに切り始める。でしっかり頑張って加速してあげて姿勢を作りながらいって早く抜いてあげて向きをしっかり変えてやって早めに踏み始める。だからグリップで走るんだったら、突っ込み重視じゃなくて立ち上がり重視ですね。コーナーに対して一生懸命こうギリギリまでって入っていってギリギリまで踏んでいっても結局奥まで踏んでいったら曲がるのに時間かかるじゃないですか、で踏めないじゃないですか。と次踏み始めが後にあるんですね。でそれをもう手前でも先に立ち上がる状態を早めに作り始めてコーナーにアプローチかけて早い段階からアクセルをちゃんと踏み始める。それも走らせ方、あとコーナー、車の特性でどっちも使えるようにっていうのが理想的なので、だから前もちょっとやってたと思うんですけど、その立ち上がり重視、グリップで走るにしても立ち上がり重視ってどういうことなんだろう。コーナーからコーナーまでのアプローチの仕方を立ち上がり重視と
突っ込み重視でやってみたらその後の流れ全体の流れで見た時にどういう風に見えるんだろうっていうのとかも考えながらやっていくと結局ドリフトやる上でもそのどっちかをどう使うかっていうことになってくるので、はい、ブレーキングをしっかりここで使ってあげて早めに荷重移動をちゃんとさせてあげて荷重を回してあげて早めに着地させてあげてしっかり早めに踏んでいくっていうことをするにはブレーキングっていうのでの姿勢作りアプローチの仕方っていうのはすごい大事なところだと思います、ね、っていうところを踏まえてちょっと動画を撮りましょう。そんなこと言っていいこと言ってるんですね。昨日と変わらんじゃないですか。そんなことないでしょう。このイチゴのボディってこんなかっこよかったでしたっけ？なんかされました？リアスポイラーつけられました。これは純正をつけたかったんで、はあはあは待機期間中にこれだけしか通販あ、でもこのリアスポイラーはちょっと純正より大きい感じがしますね。そうなんです。これは私もちょっと気づいてます。あ、そうですか。はい、ちょっと今思ったんですけど、足をこれちょっと切れないんですか？はい、足を切れないんですか？高さを削れれば大丈夫です。ですよね。もうちょっと低い方がいいかな。バイクでスラロームでイメージって言ったじゃないですか。あれが抜きながら起こして反対に倒しながら入れていくじゃないですか、はい、倒れて入れるじゃなくて、もう入れていくじゃないですか。こう倒しながら入れていかないとグーってならないですよね。で車も一緒で回したらこのなりきってから入れるんじゃなくてもうなっていくところで入れ始めていくと姿勢がよりリアタイヤがグッとこうグリップが感じれるので、だから今持ってるよりも1テンポ早く入れてみて、でそれでもし角度が足りないなと思ったらちょっと入れればグッと入るじゃないですか。だから角度足せるんですよね、はい、ちょっと今日やってたのはやっぱ本当ブレーキでケツを出してしまってつなぐみたいな感じだったんで、ああそうですね、もうつなぎ始める時に入れるっていう、はいはいはい、一段階ちょっとはい、やっぱそれはでもブレーキでしっかり舵を抜いてやって向きをしっかり変えるっていうのが今日言われてたから、それをした後には当然しっかり今度は後ろのタイヤが抜いてる分の前に移した分を今度は回してくるから絶対後ろに回ってくるじゃないですか。その時の一番美味しいところのグリップを自分で作っていくないとですね。でフロントタイヤにグーって乗せていくブレーキングも自分で乗せていって、でそれが回してきた後ろに乗っていくところも自分で入れていくっていうところまでつないでいくと、その後のリアタイヤのグリップ感が全然違うので、ブレーキでちゃんと旋回をさせて舵を回してあげるっていうのができてからのそこの話だから、今日ブレーキのところを意識してその先っていうところをやっぱり言いたくなっちゃうんですね。荷重がちゃんと回ってるのに何かを待ってるような操作になってるんで、待つ必要はなくて自分で入れていくともっとその先までつながるんで、見てるともったいないなっていうのがあるから言ってしまうっていうかだから前回まではそこまではなかったので、はい、でもまだですね、そう言われてること今やろうと思ったんですけど、まだちょっと後ろのリア感覚が分かってないんですよ。はいはいはい。今なんか結局入れるんですけど、どれぐらいっていうのがまだちょっと分かってないんで、アンダーになりますよね。だから、ね、グリップが上がってるんでプッシュアンダーになるわけですよね。グリップが高いわけだから、それを使ってもっとグーって入れていくこともできるはずなんで。